こんにちは。ラックキャンピングカーチャンネルです。デュカト開発担当の田中と申します。本日は新型モデルデュカトベースのダーウィンをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。それでは、車両の概要についてご説明いたします。ベース車両は、フィアットのデュカト L2H2 がベースになっております。車の長さは5400、幅が2100、高さが2700となっております。エンジンは、ディーゼルエンジンで、乗車定員は4人乗り、就寝定員は2人、登録は、8ナンバーのキャンピングカーとなっております。で、車両総重量は、3.5 トン以下なので、普通免許でも運転ができるようになっております。で、モデルはデルタリンク人気のダーウィンシリーズの新型モデル D5 となっております。それでは、ダーウィン D5 の特徴をご説明いたします。まず1つ目は、広いダイネット。で、2つ目、充実した電装装備。エアコンとリチウムが標準装備になっております。あとはご覧いただけたらと思うんですけど、家具のクオリティですね。メイドインジャパンで作っておりまして、高い家具のクオリティが特徴となっております。ダーウィン D5、ベース車今回デュカトなんですけれども、今までダーウィンは IS ベースでしたが、今回はデュカトベースになっておりまして、デュカトにすることでゆとりのある室内空間、車の中で建てたり、横幅1900のベッドが取れたりっていうのが、一つ特徴になっております。それでは外装をご案内します。外装はこのようなボディデカールが標準装備になっております。こちらのデザインは今までのダーウィン Q3、Q5 と同じような流線形のデザインになっておりまして、カラーが今回ネイビーブルーとシルバーの2色展開になっております。こちら好きな色を選んでいただけるような形になっております。で、あとはこの窓部分ですね。窓部分はこう黒くしているような形で、もともとボディと同色の色なんですけど、少し黒にすることで、自動車らしさといいますかを出しているような形になっております。で、あと外部の差し込み口はこちらのモデルはプロトタイプなので少しちょっと位置は変わる予定なんですけども、ここから外部の充電を差し込んでいただくような形になっております。あとはこちらオリジナルのホイールですね。バルドさんとデルタリンクの共同開発のアルミホイール、こちらフィアットデュカト用になっております。色は2色ありまして、マットブラックとこちらブラックポリッシュっていうような形になっております。あとこちらオプションのオーバーフェンダー、後ろここの部分と、あとフロントのこちらの部分、こちらオプションになっております。ボディカラーと黒の相性がすごくいいので、つけていただくと車全体が締まってかっこいいのかなと思います。オプションにソーラーパネル、300ワットのソーラーパネルを天井につけることができます。こちらはオプションになっております。次は鍵なんですけども、バンコンなんでこちらの鍵一つで各ドアの操作ができるので、キャブコンですとエントランスのドアの鍵、車の鍵、それぞれ鍵が分かれてくるんですけども、バンコンですとこちら一つの鍵で全ての操作ができるようになっております。スマートエントリーになってまして、鍵を持っているとこうボタンを押すと開けたり閉めたりができます。で、このスマートエントリーのボタンは各ドアについてまして、助手席とスライドドア、あと後ろのバックドア、こちらにもついてますので、これで鍵の開閉ができるようになってます。で、荷物などを持っている時とかはカバンに鍵を入れたまま押していただくと、ここで開閉ができるようになってます。で、バックドアは観音開きで両方開くようになってます。大きく開くこともできるようになってます。あとこちらがカメラなんですけども、カメラは2つついてまして、バックカメラ、下側のがバックカメラですね。バックするときに映すカメラで、上のカメラが走行中に、ミラーに後ろを映し出すデジタルインナーミラーが標準装備になってます。
スーリーのサイドオーニングがオプションになっております。で、フィアット、デュカト用でして、天井にうまく天井の形にフィットするような形のサイドオーニングになっております。次にボディカラーなんですけども、ボディカラーは4色あります。でこちらは、シリーズ8で1つ古いモデルになりますので、このカラーはもうないんですが、ランサローテグレー、エクスペディショングレー、ホワイト、ブラック、この4色からお選びいただけます。それでは、内装をご紹介いたします。まずハイエースですと、ここに1段ステップがあるんですけども、デュカトの場合はステップがないので、このような形で電動でステップが出てきます。こちらドア連動になってまして、ドアを閉めると閉まって、で開けると出てくるような形になっております。でこちらダーウィンの特徴の一つでもあるエントランス入ってすぐに冷蔵庫があります。でハイエースですと内側からしか開けれなかったんですけども、今回の D5 は両側から開けれるようになってますので、外から開けることができます。例えばキャンプ行ったりですとか、そういう時には外から出し入れができますので大変便利になっております。こちらハイエースにはないんですけども、一面網戸になりますので、車中泊の時とかキャンプの時とか重宝いただけるかなと思います。こちらにハンドル専用の収納スペースがございます。このような形でパチンとはめ込むことで収納できるようになっております。こちらで操作しますので、近い場所に収納できるようになっております。よくこちらキャンピングカー使い出すと荷物積んだ時に邪魔になって動かしたりで、家の中持って入っていざ使おうと思ったら持ってくるのを忘れたとか、そういうことがあるので、こちらに収納していただければ、邪魔にもならないですし、外出の際忘れたとかそういうことトラブルにもならないので、こちら大変便利かなというふうに思います。あとは荷室に積んだりしてると、よくここをワンちゃんが噛んだりしてボロボロになったりするので、ここに収納しておいてもらうとそのような心配もなくて安心かなと思います。それでは中をご案内します。ダーウィンの、こだわりの一つであります家具なんですけども、メイドインジャパンで作っておりまして、全て日本で作っております。でこちらの側面の板が角が少しエッジを落としてあったりですとか、こういうのも小さなことなんですけども車の仕上がりに大きく関わってくるポイントかなと思います。でこちら黒色の塗装の仕上げで、こちらはレザーもステッチを入れてまっすぐ線を出すというのはとても難しいんですけども、職人さんが一つ一つ丁寧に作っていただいているような形です。家具の材料は全てメラミンを使っておりまして、傷のつきにくい素材になっております。であと今回車全体的に通してなんですけども、さまざまな素材と色を使っております。だいたいよく3色までにしたりですとか、あんまりいろんな色を入れないように統一感を持たせたりするんですけども、今回の車はいろんな素材といろんな色を入れて、近年ヨーロッパのキャンピングカー見てても、そのようなデザインが多いので、木目だったりレザーだったり、こちら脂肪のあるレザーですね。でこちらマットブラックで、こちら白い石目調で、こちらグレーだったりとかで、ここはちょっとステンレスっぽいデザインだったりですと、こちらモケットだったりとか、さまざまな素材を使って、統一感を残しつつ素材なり色を楽しんでいただけるような、そういうような形になっております。ダーウィン D5 は、シューズボックスも装備しておりまして、こちらの床下に靴がしまえるようになっております。であとはこの運転席助手席の下、こちらもシューズボックスになっております。であとここもですね、こちらもシューズボックスになっておりまして、最大5足靴が入れられるようになっております。キャンピングカー使い出すと結構やっぱり靴の置き場所に困りますので、靴箱があると結構便利かなと思います。であとは持って入った時に簡単に入れられるように足でも
開けられるようになっております。なので手が塞がってても開けて入れれるようになっております。こちらは、靴入れていただいてもいいですし、収納スペースとしてお使いいただくような形でも大丈夫です。次にダイネットなんですけれども、フィアットのデュカトは、フロントシートが回転します。今は乗車するときは前向きなんですけれども、ダイネットとしてお使いいただく際は、フロントシートをくるっと回転させてお使いいただけます。このような形で回転してお使いいただけるようになっております。ダイネットはこのフロントシートを回転させてお二人お座りいただく。で、こちらにもお二人。で、一つこだわりが床の高さなんですけど、少しここの高さを高くして、この足が着地するような形で、輸入車とかですと、身長が高い方でないと足がつかなかったりするんですけども、今回のモデルは比較的ちょっと床を上げて、座面と床の高さをなるべく近くしたような形になっておりますので、とても座りやすいような高さになっております。このような形で、運転席でも足がしっかりつくので、くつろぎいただけるかなと思います。ダイネットにはコンセントをつけておりまして、こちらですね、100V のコンセントが2口と、あと USB の Type-C、Type-A がそれぞれついております。ちょうどキッチン側にもついてまして、ここにお二人お座りいただいたら、右の方はこちらをお使いいただく、で、左の方はこちらのコンセントをお使いいただくような形になっております。で、また、助手席の方も手を伸ばせばコンセントに届くので、スマートフォン充電したりですとか、ゲーム充電したりですとか、これはあればあるほど便利だと思いますんで、必要だなと思うところには全てこのような形でコンセントを付けさせてもらっております。ダイネットのテーブルなんですけども、ダイネットのテーブルはスペースが広くなった分、テーブルも少し大きくしております。で、どこの席に座っても手の届きやすいような形になっております。こちらの方も、助手席の方も届く。で、あとはここは動線が必要なので、ここは少しカットしたりっていうような形になっております。で、最大の特徴はこのような形でテーブルが折りたためるようになっております。これはですね、乗り降りするときに畳んで乗ってもらって広げるような形になっております。乗り降りがすごくしやすいような形になっております。で、重量物とかを使うときはこのような形でサポートバーを出してもらって、このように使っていただくような形になっております。でもちろんこの折りたたんだ状態の細いテーブルとしてもお使いいただけます。ダーウィンにお乗りの方はお気づきかと思うんですけども、こちらの壁面のポケット、こちらのダーウィン Q3 と同じような形になっております。で、2段になってまして、ティッシュケースですとか、こういう充電ケーブルを入れてもらったりとか、細かいものを入れていただけるようになっております。で、テーブルにはドリンクホルダーもついておりまして、このように iPad を立てて、動画を見たりとか、テレビを見たりとかっていうこともできるようになっておりますし、あとこちらにはドリンクホルダー、ペットボトル、であと四角にもなってますので、紙パックの飲み物とかも置いていただけるようになっております。ダイネットの窓には、シェードと網戸がついております。であとこの内張りも、特徴なんですけども、フィアットデュカト専用パーツのトリムを使っております。生地もすごく質感が良くて、よくヨーロッパのキャンピングカーとかで使われているトリムの生地になっております。あとはこちら、ダイネットの壁にエコカラットを採用しておりまして、消失機能と消臭効果があります。凹凸があってすごく綺麗ですね。で、あとはオーバーヘッド、こちら収納スペースになっております。今回取っ手をなくしてソフトクローズのヒンジを使っておりまして、すごく見た目がスタイリッシュになっております。あとこちらちょっとご覧いただきたいんですけど、上に間接照明がついてます。で、その間接照明の光が、ここにもスリットが入っておりまして、収納庫の中も照らしておりますので、少し暗い時とか中を見ていただけやすくなっております。ダイネットの上、こちらなんですけども、こちらは収納スペースになっております。
結構奥深くて、大きいものも収納していただけるようになっております。次にキッチンなんですけども、キッチンは、ダーウィン Q3、Q5 と、同じような構成になっております。ここに今シンク。で、冷蔵庫が先ほどもご説明しました通り、両開きになってますので、中からも、外からも取り出せるような形になっております。で、こちら冷蔵庫は85リッターなので、結構、キャンピングカーとしては大きな容量の冷蔵庫がついております。で、下側こちら、2リッターのペットボトルが入るんですけども、走行中動かないようにキャッチのようなものがついてますので、これも大変便利ですね。あとこちらは IH。こちらの電子レンジですね。電子レンジも比較的大きめな電子レンジがついております。で、この電子レンジの下は収納引き出しになっております。扉が黒色の艶のある形で、デザイン性にもすごくいい感じにまとまってるなと思います。今回キッチン一つおすすめのポイントがですね、壁がこの黒い部分がマグネットになっておりまして、このような形で様々なものをくっつけれるようになっております。調味料を入れてもらったりですとか、これキッチンペーパーがついております。キッチンペーパーつけたりですとか、好きな場所に好きなものをつけていただけるので、お客様のお好みでカスタマイズしてお使いいただけたらいいかなと思います。で、収納スペースはこのような形で結構大きなものが入るようになっております。こちらの左右、大ネットにもついてて、合計1、2、3、4、5。で、ベッドルームの反対側にもついてますので、6箇所、収納スペースがついております。でそれぞれ少しサイズは違うんですけれども、結構、奥深くお使いいただけるような形になってますね。こちらはオプション装備なんですけども、マックスファンも取り付けできるようになっております。で、ちょうど後ろにアクリル窓がありますので、後ろを開けていただいて、ここから入れて出すですとか、そういうような風の流れも作れるようになっておりますので、空気の入れ替えもしやすいような形になっております。それでは、マルチルームのご紹介です。トイレが標準装備になっております。こちらのモデルがプロトタイプなので、少し違う別のタイプのトイレがついているんですけれども、今年発売になるラック RV センターオリジナルのトイレに変わる予定です。で、トイレにもマグネットパネルついてまして、このような形でトイレットペーパーのホルダーをマグネットで付けたりとかっていうことができるようになっております。で、あとはこちら、パイプ。このようにかけていただくと、服とかスポーツウェアとかそういうものをかけていただけるようなクローゼットとしてもお使いいただけるようになっております。で、使わない場合はこの奥に引っ掛けてもらう形になってます。で、あと上側にはこのような形で収納スペースもございます。で、壁とか床とかはちょっと部屋が分かれるので、この室内とは異なる質感とデザインになっております。で、トイレにも間接照明がついております。この下側にもトイレットペーパーとか入るような収納スペースがあります。トイレルームにもFF ヒーターの温風が出るようになってますので、例えばちょっとウェア乾かしていただいたりとか、そういうような形でもお使いいただけます。で、トイレの吹き出し口は開閉式なので、手でこう押していただいたら開く。使わないときは閉めていただいたら、この中には風は入ってこないので、状況に合わせてお使いいただければと思います。で、あと FF ヒーターはこちらですね、キッチンの通路に1箇所、あと大ネットの足元に1箇所、で合計3箇所から温風が出るような形になっております。次にベッドのご紹介です。ベッドはですね、長さが1920。こちら、左側を頭にしてお使いいただく想定なんですけども、こちら1300。で、足元が1100という形になっております。で、こちらがですね、エアコン。こちら 100V の家庭用のエアコンが標準装備になっておりますので、夏場の車中泊ですとか、
ワンちゃんとの旅行とかにもお使いいただけるように、エアコンはあらかじめ標準装備にしております。あとこちらですね、枕元にリモコンを入れる棚がございます。また枕元にこちらにも 100V のコンセント2つと USB Type-C Type-A がついておりますので、こちらで充電していただいてお休みいただけるような形になっております。あとはこちらのトリムですね。トリムはベッドをできる限り広く取れるようにピアット専用のパーツを使っておりまして、窓の外ギリギリまでベッドに取れるようになってますので、そのためベッドが1900取れるようになっております。ダーウィン Q3 ですとギリギリ1800なんですけども、こちらは1900ほどありますので、ゆとりを持ってお休みいただけます。硬さにもこだわりまして、寝心地のいい硬さを選定しております。で、マットレスは厚めにしております。で、マットレスの下はウッドスプリングになっておりまして、体圧が分散されたりですとか、あと寝心地も良くなったり、通気性もいいので、湿気を逃がすのにも効果があります。それでは実際にベッドに寝てみたいと思います。こちらのクッションもついております。私が身長166センチなんですけども、結構ゆったりと、今足がついてます。足がついてこれぐらい残るので、枕ですとか、いろいろ置いていただいてもゆったり寝ていただけるようになっております。で、バックドアは同じように、網戸とシェードがついておりますので、お休みの際はこちら開けていただいて寝ていただくと、もう外のからは見えなくなります。あとはこちらにですね、ポケット入っています。スマートフォン入れたりですとか、充電ケーブルを収納してもらったりとかお使いいただけるようになっています。で、枕元には読書灯がついておりまして、こちらも色が変えれます。で、下側にはタイプ A の USB もついておりますので、こちらでスマートフォンを充電してもらったりとか、そういうのにもお使いいただけるようになっています。ベッドスペースにもこのような形で収納スペースがございます。ソフトクローズなのでゆったりと閉まっていきます。左側の収納スペースです。天井の照明ですね。こちらLED なんですけれども、通常 LED ですと粒が見えてたりするんですけども、粒の見えないバータイプの LED になっております。とても綺麗ですね。で、光の具合なんですけども、4000ケルビンの LED を使ってまして、黄色っぽい暖色と真っ白のちょうど中間色ぐらいの色で、キャンピングカーのこの木目があってっていう空間にはちょうどいいぐらいの色味かなっていうことで、こちらの4000ケルビンの LED を使っております。こちら天井に3本、あとこのオーバーヘッドの下にもそれぞれついているような形になっております。エントランスの上すぐにスイッチパネルがついております。こちらで各電気装備の操作。で、こちらで調光。こちらの調光は足元の間接照明とこの天井の照明、間接照明ですね。こちらが調光できるようになっております。で、光量を絞ることもできますし、消すこともこちらでできるようになっております。で、こちらのエコフローパワーシステムのモニターなんですけれども、こちらで、電気の残量、あと何%残ってるか、であと何時間使えるか、であと充電がどれぐらい入ってるか、であとどれだけ電気を使っているかっていうのが、ここでわかりますので、例えば今ですと、ソーラーで176ワット入ってて、で、今エアコンを稼働しているので920ワット使ってるとかっていうのが見えますので、どれだけ使っててどれだけ出ていくのかっていうのがわかるので、とても使いやすいです。あとは各電気の部品、照明ですとか、これをオンオフ、こちらでできるようになっております。
で、専用のスマートフォンのアプリもありまして、スマートフォンのアプリでもこちらの画面と同じような情報を得たりですとか操作をすることができます。例えばベッドで寝ながら照明をつけたり切ったりっていうのもできるようになっておりますので、大変便利になっております。で、各バッテリーもそうですし、こちらのモニターもですし、パワーハブっていうメインのユニットがあるんですけども、そちらも全てエコフロー製なので、とても使いやすくて分かりやすい装備となっております。FF ヒーターのコントローラーもこちらについております。FF ヒーターは標準装備なんですけれども、一つ大きいサイズのエボ40というサイズの FF ヒーターを使っております。あとマルチタイマーなので、予約もできるようになっておりますので、大変便利かなと思います。こちらバッテリー 5kW の容量のバッテリーが標準装備となっておりますが、別でもう1個増設することができるので、最大 10kWh のバッテリーに増設することもできるようになっております。バーウィン D5 の見えないこだわりの一つなんですけども、断熱にもこだわっておりまして、まずこの床下にエアコンの室外機がついてます。で、エアコンの室外機が結構振動、動いている音が結構するんですけども、そのためこのエアコンの室外機の上、この床の下にダイポルギーっていう制振吸音材を入れております。なのでエアコン室外機の音を少しでもちょっと軽減できるように、床下には吸音材を入れております。で、前の方は断熱材が床下に入っております。で、側面と天井にも入れておりまして、レジェトレックスという制振材を貼って、その上からエアシールドという断熱材を入れて、で、さらにその内側にパーフェクトバリアっていう断熱材を入れておりますので、側面と天井は3層の制振断熱が入っております。で、次にベッドの特徴なんですけども、先ほどご説明したウッドスプリングのベッド、こちらのフレームが専用で作っておりまして、こちらにラックのロゴが入ってたりですとか、あとアルミなのですごく軽量です。軽量なので、簡単に跳ね上げすることができます。ちょっとやってみます。まずこちらの大きいマットを立てていただきます。こちらもウレタンだけなので非常に軽いです。で、次にこちらの大きいマットを上げる。で、次にこのフレームを上げていただいて、で、ここにベルトがついてますんで、このベルトを壁側のキャッチにカチャンとはめていただく。これで荷物スペースが出てきますので、大きい荷物とか、自転車ですとか、キャンプ道具とか、そういうのをこちらに収納していただけるような形になっております。で、こちらはですね、こちらにエコフローのパワーハブというユニットがこの中に入っております。こちらのメンテナンスの時にボタンを押してリセットしたりするので、このようにフレームが上がるようになっております。で、こちらの電気機器は結構充電の際とかには熱が出るので、その熱はその壁の外に逃がすような設計になっております。で、今回こちらのモデルプロトタイプなので、フレームがこの真ん中と右側しかないんですけども、2月の幕張のキャンピングカーショーデビューの際には、右側にもウッドスプリングがつくようになる予定です。こちらはですね、収納スペース。荷物、細長いものとか小さいものを入れていただけるようになっております。で、こちらにもコンセントとシガーソケットがついておりまして、ポータブル冷蔵庫とかアウトドア用品とかそういうものの充電とかをできるように、こちらにもコンセントとかシガーソケットをつけております。で、この左右にライトがついてます。こちらの夜とか暗い時とか、このスイッチでつけたり消したりできるようになってます。で、こちらのスイッチ、階段スイッチになってまして、後ろでも操作できますし、こちらのキッチンのここにもスイッチがついているので、こちらでもつけたり切ったり。なので中からも使えますし、外からもお使いいただけるような形になっております。右側の家具の中には、このような形でバッテリーが入っております。下がバッテリーで、
上側のパワーハブという電気のユニットが入っております。でこちらのバッテリーは1個標準装備なんですけども、追加でこの右側に増設することもできるので、5kW のバッテリーが2つまで搭載することができるようになっております。なので長旅で使いたいというリクエストがございましたら、バッテリー2つつけていただくと、容量倍になるのでおすすめです。あとこちらは、バッテリー入れないときはこちら収納スペースになってますので、こちらに荷物とか入れてもらったり。で、この内側にも扉がついているのと、あと後ろにも扉がついているので、どちらからもアクセスできるようになっております。外から入れるときはこっちをお使いいただいて、後ろのバックドアが閉まっているときはこちらから取り出していただければいいのかなと思います。左の家具には水タンクが入ってます。こちらはダーウィン Q3、Q5 と同じような形で、後ろから水タンクが取り出せるようになっております。でこちらの車がプロトタイプなので、今1つしか入ってないんですけれども、製品化されるお車には20リッターのタンクが2つ入るようになります。最大40リッター水がお使いいただける形になっております。で、排水タンクがダーウィン Q3 で Q5 ですと、こちらに給水と排水2つついてるんですけども、ダーウィン D5 の場合はこちらに給水が2つで、排水は、床下になります。車の外に水タンクがついてます。で使うとその車の下の排水タンクに流れていくような形になっております。で排水タンクも、ステンレスでオリジナルで作ってまして、たくさんの水が入った時に、車が走った時に波打って音がしたりするんですけども、そうならないように中に壁を作って、走行中その水の揺れとか音を感じないように壁も作ってオリジナルで作っております。で捨てる時はこちらのコックを回していただくと流れるようになってますので、何かホースとかにつないで捨てる場所に流していただければいいようになっております。で運転席のシートも結構両側にこのアームレストがついてたり、あとはシートの高さもこちらで調整できます。このようにシートのスライドも調整できます。結構座り心地も良くて、結構柔らかくて、個人的にはすごく好きです。フロントドアにはシェードが標準装備です。フロントもサイドも両方ともシェードがついております。このような形で、前は下からこのような形でシェードが出ます。本日はこだわりのたくさん詰まったダーウィン D5 のご紹介でした。こちらのモデルは2月に開催されるジャパンキャンピングカーショーで正式お披露目となります。お問い合わせは、ラックグループ各店までお願いいたします。正式な発表は、2月なんですけれども、それまでにもご相談、ご商談お受けしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。